京都の7月、八坂神社の祭礼祇園祭り。祇園祭りのハイライトの一つ、山鉾巡行。山鉾巡行は神事である神輿渡御の露払いを行う町衆のイベントです。7月17日、前祭りの山鉾巡行が行われました。前編ではこの山鉾巡行の1番手の薙刀鉾から2番手油天神山、3番手白馬山、4番手白楽天山、5番手観古鉾、6番手山伏山、7番手綾笠鉾、8番手宝生山、9番手鶏鉾、10番手あられ天神山、11番手足刈山までご紹介しました。後編では12番手の妄想山からご紹介します。妄想山はたけのこ山ともいい、中国神話の病気の母のために雪の中をたけのこを探し出した妄想の物語にちなむ山です。左右の胴掛けは平山幸夫が発語、砂漠のラクダ港火月の原画をもとに新調されたもので、14年前から使用されています。13番手は月鉾。鉾頭に三日月をつける月鉾は、その絢爛豪華な装飾で動く美術館の代表といえる鉾です。その装飾は丸山大家や岩木久右衛門、左甚五郎とそうそうたる顔ぶれが手掛けられています。14番手は太子山。聖徳太子を祀る山です。通常山に立てる神木は松ですが、太子山の神木は杉。これは四天王寺建設に際し、聖徳太子が自ら山に良材を求めたという故事によるものです。15番手は四条笠鉾。応仁の乱以前に起源を持つ鉾の原型をとどめる鉾です。明治初頭に一度消えましたが、昭和60年に町内の人々の努力で再興しました。16番手は灯籠山。南北朝時代、強大な足利義昭軍に立ち向かった四条高助の武勇をたたえた山です。中国の故事からカマキリが車の前に立ちふさがって威嚇する姿を表しています。カマキリやカマキリが乗る五色車の車輪が動く唯一のからくり山です。今回巡行中にカマキリの左釜が脱落するアクシデントに見舞われました。17番手は菊水鉾。町内に古くからある菊水戸にちなんで名付けられた鉾です。鉾頭には金色の菊水が輝きます。18番手は徳佐山。我が子をさらわれ一人徳佐を狩る翁がやがて我が子と再会し喜びに浸るという謡曲、徳佐を題材にした山です。19番手は角居山。中国神話の各居鎌掘りの故事にちなむ山です。20番手は浦出山。神宮皇后が備前の国松浦で鮎を釣って戦勝の印とした日本書紀の説話を題材にした山です。
21番手は放火鉾。鉾頭は火、月、星の三光が下界を照らす形を示しています。三光丸と命名された稚児人形が稚児舞を披露します。放火鉾以降の三山鉾は常に巡行の最後を飾る山鉾となります。22番手は岩戸山。天照大神の岩戸隠れの神話を題材とした山です。岩戸山は前祭りの巡行に参加する唯一の引き山。山なので鉾頭ではなく神松が頂上を飾っています。しんがりは船鉾。神宮皇后が懐妊中にもかかわらず断層で海戦に勝利し王子を出産されたという説話に基づく鉾です。紅白の潮流と吹き流しを翻して進むその姿は巡行の最後を飾るにふさわしい姿と言えます。2024年祇園祭り前祭りの山鉾巡行から今回は参加する23基のうち12番手の妄想山からしんがりの船鉾までご紹介しました。今年の前祭りの巡行ではいくつかのアクシデントがありましたが、天候にも恵まれ盛り上がりも上々だったと感じました。24日には後祭りの巡行も行われます。この日も良い天気に恵まれますように。前後編に分けてご覧いただいた2024年祇園祭前祭り山鉾巡行、いかがだったでしょうか。前編の URL を概要欄に貼っておきます。またご覧になっていない方はぜひご覧ください。そして前後編の動画が気に入られた方はコメント、高評価をいただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお目にかかりましょう。ややでした。